さんこんにちは、ズーです。今日はトロロ島の島紹介をしていきます。トロロ島は動画投稿を本格的に始める前に作っていたサブ島で、水路と麦畑の寂れた田舎町をテーマに作りました。黄色と茶色、黒色を中心に島の中でバリエーションがいくつか出るように工夫して作ったので、ぜひ注目してみてください。島に来ると早速水路を渡ってもらいます。水路には風車が立っていて、風力で水路の水をきれいにしているという設定です。風車の全体的なサビ感が水路脇のグレーチングの色と相まってお気に入りです。賑やかな島というよりはひっそりと寂しい感じを目指したので、島の入り口も派手にしすぎずしっとりとした雰囲気にしました。西に進むとのりっぺの家があります。のりっぺの家はアヒル小屋で、島で見られるアヒルたちはここで飼われています。小屋は水路の上にデッキ付きで立っていて、朝と夜には餌を食べにアヒルが集まってきます。左側は西部の街並みで建物を拡張していて、飼育に必要な物資置き場として使われているようです。南の砂浜は貿易の拠点である港があります。輸出品は特産の麦や石材、鉱石などが中心で、逆に輸入品はトロロ島は木が少ないため木材が多くを占めています。こちらでは沖合で取ってきた魚の仕分けが行われており、今年は黒い魚が大量のようです。港から木の橋を北に進むと三俣坂があります。ここからは川と麦畑とその先の風車を望む広大な円形を眺めることができます。川の途中にある石壁は水門で、水路やため池の水量を調節しています。三俣坂は公共事業の枠を贅沢に使いますが、島のインパクトや回遊性を上げたい場合にはおすすめです。高台には岩を集めた採石場があります。島のこの部分だけ10日の前デザインを貼っていないので、普段から化石や埴輪が出土しやすく、効率的に資材を集めやすくなっています。作業員が脱ぎ捨てたような長靴やカゴに集められた石材を置いて、無人でも活動的に見えるように工夫してみました。こちらは納品リストや出土した石材、鉱石を乾かすスペースです。後々島での生活品や貿易の商品として出荷されていきます。三俣坂を下って次は島の南東のエリアを紹介します。ちなみにここまで木が一本もないのに気づいたでしょうか？白いかやぶき屋根の家はサブ住人のグーが営むパン屋さんです。パンとパイを中心にトロロ島の特産の小麦で作った出来たてを提供しています。また2階はイートインスペースとグーの趣味である絵画コレクションを楽しめるお部屋になっていて、本人の絵もいくつか飾ってあるみたいです。目の前の花畑はあえていっぱいに植えずに余白を作ることで自然に群生しているニュアンスを出しました。さらに進むと橋を南北に2本並べて架けた通称灯籠橋、停止橋があります。和風の橋という名称ですが、
洋風の街並みにもうまく馴染んでくれました。島の中で広葉樹を植えているのはここだけなので、紅葉の移り変わりを楽しめる唯一のスポットとなっています。海沿いの道を通り、灯籠橋を渡ると案内所横に到着します。案内所横はグーのパン屋が出張販売をしています。この秋はオレンジかぼちゃのペーストを練り込んだグラタンパンが人気のようです。ポイントは高さの違う机とベンチを使って商品棚をコンパクトにまとめたところです。ちなみにキャビアの家はクッキー屋、グーの家はパン屋、オリビアの家はケーキ屋というように、南東のエリアは小麦にちなんだグルメを味わえるエリアとなっています。短い木の橋を渡ると路地裏に入ります。少し治安悪めな通りでゴミが散らばっていたり、許可なく釣りをする人がいたりします。島の構成としては、この辺りから焦げ茶や黒などの濃い色と彩度の高い黄色のパンチのある組み合わせがメインになってきます。階段を上るとミニランドリーがあります。基本無人なのでルールを守って使った後はきれいにするようにお願いしています。服の家具が少ないので、カゴや靴下などで洗濯物の量が多く見えるように工夫しました。もし服のお直しやクリーニングが必要な場合は、ミカッチの家に行くと新品同様にしてくれます。また洗濯が終わるまでの待ち時間はムーの喫茶店で過ごすのもオツなのではないでしょうか。ミニランドリーの脇には黒いチューリップが咲く獣道があります。ここからは麦畑と湖を一望でき、秋らしくコロコロと表情を変える空模様を眺められる絶好のスポットです。獣道の先には木造の大きな橋、トロトロ大橋があります。名前の由来は橋がきしむ音に怖がり、ゆっくり渡る人が多いことからその名がつきました。また黒と黄色のハーフティンバーの家は島民代表であるズーの自宅です。ズーの家は毛糸の生産とその毛糸で作った洋服を販売しているセレクトショップになっています。今回の島では家の中もがっつり作り込んだので、ぜひ立ち寄ってみてください。トロトロ大橋を渡った先には富野八百屋と俊之介の自動車修理屋があります。八百屋ではすぐ隣の畑から仕入れた新鮮な野菜やキノコ、オーガニック商品を販売しています。修理屋では車はもちろんバイクや自転車の修理、タイヤ交換なども対応可能です。ちなみに路地裏も海も両方映るこの斜めの画角がお気に入りです。自宅から西に歩いて行って斜めのウッドデッキを挟んで並ぶ2軒の家はドクとナディアの家です。ドクの家は家の目の前の釣り堀の管理とそこで貸し出す釣り具のレンタル業をしています。また島に持ち込まれた外来種の研究も並行して取り組んでいるようで、研究テーマは外来種を美味しく食べるにはだそうです。ナディアの家はガーデニングショップです。畑の実りが悪い時はここで肥料を調合してもらうと回復すると評判です。それぞれの植物に合った育成方法や
豊富な知識を気前よく指南してくれます。釣り堀の脇から西に進むと集合住宅があります。今歩いていたこの部分は1階の屋根がバルコニーになっているスペースです。洗濯物や観葉植物といった住民の趣味や生活の痕跡がありつつも、ところどころタイルが剥がれていたままだったり、落ち葉がそのまま放置されていたりと、手入れがあまり行き届いていない廃れた空気感が醸し出されています。また浅い水路を渡った先にはナディアが管理してくれている中庭があります。噴水と花畑は丁寧に手入れされていて、住人の憩いの場となっています。バルコニーを突き当たりまで進むと、サブ住人のポーの家が見えてきます。ポーの家はゲストハウスになっていて、1泊6000ベルで宿泊可能です。黒を基調にしたカジュアルなインテリアが中心ですが、黄色の釉薬タイルが渋みや落ち着きを出してバランスをとっています。チェックインされた方はぜひウェルカムコーヒーを堪能してください。石の階段の反対側はキャンプサイトがあります。海と川両方に近いので釣り人に人気です。石の階段を登った先は高架橋のようになっている立体的な地形が特徴的です。左側は DIY 教室になっていて、月に2回少人数で開講しています。右側はプレイグラウンドでストリートバスケやスケートボードなどのストリートスポーツが盛んです。さらに進むと墓地が見えてきます。掃除の行き届いた墓にはまだ新しい花が手向けられていて、故人を偲ぶ風習を感じ取ることができます。ここは一番最後まで作り悩んだ場所で、風力発電を並べてみたり、池を掘ってみたりといろいろ試行錯誤したんですが、当時プレイしていたファイヤーエンブレム風化雪月に登場する墓地に、愛すべき思い出とともにここに眠ると刻んであって、その文言がすごく好きだったので感化されて墓地になりました。長い路地裏をずっと東に進むと折り返し地点の石の階段が見えてきます。抜ける視線の先には北の砂浜があります。たぬき商店への商品の入荷はここから行っていて、船が停泊しているとなかなか様になっています。ベンチに座って斜め撮りをすると、集合住宅の駐車場というか敷地と北の海も映って、コンパクトながらも情報量が多い画角になるのがお気に入りです。西に進むと博物館とたぬき商店があります。施設の外観が島の雰囲気に合わなかったので、今回はお城シリーズで大牛まくりにしました。また黄色が少なかったので、芋目地縦長タイルのマイデザインで色味をカバーしています。渋めの色合いと艶っぽい光沢感を意識して描いてみました。施設の通りを西に進み、先ほど紹介した墓地を抜けると追憶岬に到着します。墓地に来た帰りに海を見ながら昔人に思いを馳せる人が多いことからこの名前がつきました。石碑には星降る夜と悠然たる海の底で愛すべき思い出と共に眠ると刻まれています。
砂浜を南に進むとエイブルシスターズがあります。こちらも外観が島の雰囲気に合わなかったので、島の端っこに配置しました。島に馴染ませる工夫として、西部の街並みの色をエイブルシスターズ側と DIY 教室側で変えているのがポイントです。砂浜から東に進むと、三俣坂から見えていた場所に戻ってきました。こちらはネルソンの家で、家の前ではフリーマーケットでたくさんの古本が売られているようです。家の中はコワーキングスペースになっています。本棚に囲まれた L 字のソファー席が人気で、だいたいいつも予約されています。集合住宅の前を通って東に進むと、サブ住人のプーの家があります。プーの家は1階がカフェで、豆にこだわり抜いた美味しいコーヒーを提供してくれます。席数は少ないですが、落ち着いた店内でゆったりとした時間を過ごせると思います。ギャラリーには採石場で発掘された化石や追憶岬の石碑のレプリカの展示が行われています。いかがでしたでしょうか？島の端から端まで、そして家の中、住人の服装に至るまでも自分好みに仕上げたので、ぜひじっくり見ていただけたらと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。